こんにちは。今日は僕の最近の話し方の癖っていうことについてお話ししようと、思います。まあ僕もちろんですけど、毎日話すんですよ。まあ日本語を毎日話して、まあ仕事でも話すし、まあ、このポッドキャストでも話すし、友達と話したり、家族と話したりする時ももちろん日本語で話すんですよね。で、そんな時に最近癖に気づいたんですよ。で、まあ、それについてなんですけど、まず、癖っていう言葉についてですね、まあ、多分知ってる人もいると思いますけど、まあ、知らない人のためにね、その癖っていうのは、まあ、何も考えないけど、自然にすることですね。で、僕の癖は、どもりですね。どもりって聞いたことありますかね。どもりっていうのは、話す前になかなかスムーズに言葉が出てこないことをですね。例えば、私は流星ですっていう時に、私は流星ですって最初の言葉がなかなかスムーズに出てこない。その、私は、まあちょっと強調しましたけど、まあ、これ、私は流星ですっていう、これが、まあ、どもりっていうことなんですけど、まあ、最近この癖にね、気づいたんですよ。で、この僕のどもりについてちょっと面白いポイントが、今だけなんですよね。その、ずっとどもりがあるわけじゃなくて、例えば、うん、3ヶ月普通に話して、で、1ヶ月、どもりがあって、で、またどもりがなくなって、どもりがあって、で、どもりがある時とどもりがない時があるんですよ。で、今は、どもりがある時ですね。でも、この僕のどもりって、ポッドキャストで話してる時は全然、まあ、少しありますけど、ほとんどないんですよね。多分今聞いてても、あんまりどもりが聞こえないと思うんですよ。多分、ポッドキャストだったら、別にプレッシャーなくね、他の人のリアクションを待たなくてもいいし、まあ自分が話すだけなので、まあリラックスして話せるからだと思うんですけど、まあ誰かと話す時って、やっぱりスピードが大切ですよね。他の人が話して、で、そのリアクションと一緒に、僕も話さなきゃいけない。つまり、まあ、話すまでの、なんていうか、タイムリミットみたいなものがあるんですよね。そのタイムリミットがあると、時々どもりが出ちゃうっていう癖が最近あります。で、最近気づいたのが、特に話し始めにくい、ひらがながあるんですよ。で、そのひらがなが、くなんですね。このくの、ひらがなで始まる言葉はちょっと話しにくいなっていうのを最近気づいたんですよ。まあ、例えばね、熊とかね、車とか、くじとか、このくから始まる文を話すときに、なんか、くじとか車とか、なんかちょっと喉がね、閉まって、その死にそうになるんですよね。なので、まあ、それがあって最近気づいたんですけど、ちょっと、くの音が言いにくいなっていうのを気づいて、なんか家族と話す時も、くじとか、車って、本当にもう、ちょっと大変なんですよね。今は別に大丈夫なんですけど、その他の人と話す時にそういう癖があるんですよ。まあ、でも別にそんなに気にしてないんですよね。っていうか、なんか多分このどもりって僕ある時とない時があるので、多分そのどもりがある時で、まあ、わからないけど何かストレスがあるとかね、何かプレッシャーがある時にそういうどもりが出てくると思うので、そのどもりを気にしたらもっとストレスを感じて、なんかもっと大変なことになるんじゃないかなって思って、あんまり気にしないようにしてるんですよ。で、気にしなかったら、まあ、だんだんどもりがなくなってきて、でどもりがないフェーズに、なるんですね。もちろん大変だし、まあ、ちょっと恥ずかしい気持ちとかもあるんですけど、まあ仕方ないかなって思って、あんまり気にしてないんですね。なんか友達と話す時も、なんかなかなか僕が上手に話せない時があるんですよね。こう車とかくじ、熊。で、その時、なんかなかなか
で死にそうになってる時に、友達が早く話してって、言われるんですよ。で早く話してって、友達が、冗談でね早く話してって言うんですけど、僕待ってって言うっていう、そういうシチュエーションがよくあるんですね。でもこの早く話してとかどもりについてちょっとバカにするみたいなそういうのって、僕と友達とか僕と家族はその関係がありますから大丈夫ですけど、知らない人とかあんまり仲良くない人にそのどもりをねバカにするのはあんまり良くないと思うんですよ。っていうのも僕が学生の時にそのクラスメートの中に僕より大変などもりがある人がいたんですよね。どもりってその他の言葉で、喫音症っていう、ちゃんとした、名前があるんですけど、その喫音症がある学生がいて、で本当に僕よりちょっと大変そうな人だったんですね。でその人はこの僕の車だけじゃなくてもういろんな言葉を話す時になかなか話せないっていう人がいて、でその人が話し始める時に、なんか一番長い時3分ぐらい話せない時があったんですよね。でその人が話すまでずっとクークーって上手に話せないんですよ。でその時にみんなクラスはねその人が話し始めるのをゆっくり待ったり、他の人と話したりして、その人が話せるまでちょっと待ってあげて、で、その人が最初の言葉が話せたら後からちょっとスムーズに話せるようになるんですよね、その人は。なので友達じゃない人とか、あんまり関係が深くない人でそういうどもりがある人がいたら、優しくね静かに待ってあげたり、なんか他の人と少し話して、なんかその人が話しやすい、状況を作るのがいいんじゃないかなと思います。その僕もどもりがあるんですけど、その人ほど大変じゃないので、その人によってねどんな、方法で待ったらいいかっていうのは意見が違うと思うんですけど、僕の場合は、静かに、待ってくれたらなんか話しやすくなるかなって思いますね。僕は今までその学生の時のクラスメートも、どもりがあったし、僕もあるし、僕の友達もちょっとある人がいるんですよね。で家族の中にも、どもりがある人がいるんですよ。で結構僕はその自分の近くにどもりの人がいるんですけど、皆さんどうですかね。なんか近くにどもりがある人とかいますかね。そういう人と話す時のコツとかあったらなんかコメントで教えてくれたら嬉しいです。そんな感じで、今日は僕の話し方の癖についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。